ウクライナ軍の反撃が本格化することによって、従来よりも攻撃する施設が増え、よりロシア国民に影響が拡大しつつあります。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍は連日のようにロシア軍の輸送船やもしくは陸上の物流網に対する攻撃なども行っています。それとは全く別の話題として今回取り上げるのは、物流倉庫に対する攻撃が成功しました。従来の戦略爆撃からすれば目標が異なっています。しかし、それだけ多くの施設に対する攻撃を行えるようになった余裕の表れとも捉えることができます。なお、物流倉庫に対する攻撃を行った理由として、ウクライナ側は、そもそもロシア側がウクライナの民間施設に対する無差別攻撃を行っており、それに対する報復であるとしています。また、民間の物流倉庫だとは言っても、この企業はロシア軍の軍需物資の輸送にも手を貸しており、純粋な民間の物流会社というわけではないとも非難を行っています。一般の人たちにしてみれば大きな倉庫が燃えているなという他人事では済みません。基本的には物流会社はこうした拠点となる大型の倉庫で集配業をより効率化していますから、こうした大規模施設が火災に見舞われると、物の流れが悪くなり、以前と比べて不便を感じることが増えるでしょう。基本的には多くの人たちにとっては身近に起こった変化というものが直接的に戦争への信任に関わってきます。燃料危機だけではなく、こうした物の流れが滞ることはロシア国民にとっても少なからず影響を与えていくことでしょう。続いて燃料危機関連の話題。ガソリンスタンドにおいて燃料がなかなか届かないことによって未だに給油待ちの渋滞というものが各地で発生し続けています。この状況そのものについては未だに改善の兆しはありません。一方において、こうした状況が長引くことによって多くの人たちが不満に思い、抗議の声を上げるということも起こっています。ただし、ロシア国内においては治安当局は過去最高の予算額を割り当てられており、彼らの締め付けは非常に強烈なものです。例えばガソリンスタンドにおいては、行政関係の車については給油することができます。しかし、住民にしてみれば、自分たちが長く待ち続けてようやっと給油できるというのに、それを横目に一気にガソリンスタンドに入っていて給油をさっさと済ませてしまう、そうした行政関連の車というものを見ると、どうしても文句の一つも言いたくなるものです。そこで不満に思った人たちが、もっと住民にも多くのガソリンを開放すべきだというような抗議を行いました。ところが、現在のロシアにおいてはこうした政府批判の集会というものは取り締まりの対象です。無許可で集まったということを理由として捉えられてしまう人たちが現れています。そして燃料販売がどんどんと不調に終わる中において経営が傾いているのがガソリンスタンドです。個人経営のところでは商品が入荷できないわけですから売るものがなく、当然維持費と比べて赤字状態に陥ってしまいます。一方で自分たちの製油所を持って販売を行っている大手企業に関しても、これを機会に不採算のガソリンスタンドをどんどんと閉鎖するというような事態が発生しています。公共交通機関というものが発達しているわけではない地方においてガソリンスタンドが大量に閉まり始めるというのは、よりロシア国民にとっては重大な危機をもたらすでしょう。なお、ロシア国内、これまで燃料の輸出に関してはガソリンと航空用燃料、そして軽油にあたるディーゼル燃料についての輸出の禁止といったものが行われています。これらはもともとは世界各地へと輸出していたものが、もはや国内需要を満たすことも危険な状態になったことから、輸出禁止、そして輸入を開始しているものです。この件に関しては以前も周辺国に対する輸入交渉と、あとは遠く離れたインドに対する契約交渉が行われていることをお伝えしました。インドについては増産をお断りされるといった事態も発生しており、少量は入ってくるんだけれども、需要全部を満たすには足りないという見通しが変わっていません。さらに、燃料危機が最も深刻なのがクリミア半島です。クリミア半島の場合だと陸路と海運どちらについても外部からの燃料供給が細っている状態で改善の兆しがありません。そのためにクリミア半島では1週間以上の停電やもしくは断水の継続的な発生といったものが報告されています。そのために銀行の ATM が閉まったままでお金を引き出すことができないような人たちもたくさん出ています。さらには停電といったものが直接的に関係して携帯電話の通信基地局なども次々とダウンしており、
スマートフォンを持っていても通信できないといったような状態に陥っている地域も発生しています。こうした状況に対して行政側は停電に対する補償を行うと発表しました。ただしそこには一つ罠が仕掛けられていました。それは停電に伴う損害補償の手当を受け取りたければ徴兵事務所に出向いて兵役登録を済ませなさいというような文言がくっついていたのです。なおこうした話については強制的に軍に連れて行くというような立て付けにはなっていません。あくまでも自主的に徴兵事務所にやってきた人たちが自主的に登録を済ませたんだというような形をとります。ただし日本においてもよくあることなのですが、2人だけの環境に置かれた場合において、とにかく最終的に署名をしなければ決して帰ることができないような捕まえるようなトークといったものも行われるのです。こうした徴兵事務所における自ら出向いて登録せよというような話について言っても、決して強制ではないと言いつつも、契約書にサインしなければ帰ることもできないような話になっているというような苦情も出ています。気の強い人であれば、決して軍へと入らないという強い気持ちを持ってお断りをした人が苦情をインターネット上に投稿しているのでしょう。泣き寝入りをして結局軍へと連れて行かれるような人も続出しているようです。ただし、医療関係者の場合だと非常に高い金額を提示して、快く軍にと志願してもらおうという、そうした見積もりもあるようです。ただ、どんなに給料を高く積み上げたとしても、命の保証は全くありません。アメリカの CIA は最近の報告において、ロシア軍は前線に兵士を投入した場合において、新兵の生存期間はわずか20から30分程度しかないというような非常に強烈な報告書を出しています。こうした報告書には実際にそうなのか私たちには確かめる術がありません。ただし、ロシアの軍事ブロガーらはこうした発言を裏付けるような発言などを行っています。彼らロシア側の軍事ブロガーはプーチン大統領の侵略戦争に賛成しつつ、一方においてロシア軍のやり方というものが侵略がうまくいかない理由であり、うまくやれよという意味合いでロシア政府やロシア軍に対する批判を行います。新兵が戦場に投入されてすぐにウクライナ軍の攻撃にあって次々と死傷している現実については、ロシア側の軍事ブロガーらが裏付けの証言を行っています。一方において、こうした現実を見続ける人たちの中には心が狂う人もいるようです。プーチン大統領の政策を全般的に支持しつつ、一方においてやり方がうまくないんだというような論理立てを行っていた人たちの中にも、現実を直視した場合においてどうしても不具合が起こるのでしょう。例えば、従来はずっとプーチン大統領を信奉していたような発言をしていた人が、一転して今の状況というものはとてもではないが受け入れられない。プーチン大統領のやっていることは戦争犯罪であり、いずれ拘束されて責任を取るべきだみたいな話をした人がいます。こうしたロシア側の軍事ブロガー、従来からの立場が変換したということもあって、ロシア政府当局に捕まりました。ただし、精神病棟に送られたという話もあって、これが本当に本人の心の不調が原因で意見が変わったのか、それとも意見が変わったから精神病棟に入れられたのかどうか、どちらについても真相は闇の中です。どっちであったとしても、ロシア政府当局としては自分たちの意見に従わない人に対しては、様々な法律で取り締まるように仕組みを整えています。なお、連日のようにウクライナ軍が様々な場所に攻撃を行っているので、一つ一つについての事柄をちょっと省略しがちになっています。その中において、ウクライナ軍の遠距離攻撃がロシアの大型の戦略爆撃機を破壊することに成功したようだという報道が入っています。ロシア側の大型の戦略爆撃機は何も空爆を行うためのものではありません。なぜならば、ウクライナ軍は対空兵器を持っていて、ウクライナの前線を飛び越えて都市空爆を行うような制空権をロシア側は有していません。そのためにこうした大型の戦略爆撃機は1トンや2トンといった非常に大型の巡航ミサイルなどを上空へと持ち上げていて、そこから長大な射程距離を持って遠距離攻撃を行うのです。こうした巡航ミサイル、地上から撃ち放すよりも航空機で上空まで持っていった方が、基本的にはより遠くまで飛ばしやすいといった事情があります。一方において、前線からは離れた場所で航空機は展開されていることから、従来はなかなか攻撃して撃破することができませんでした。
ところがそのうちの1機を飛行場にいる間に攻撃することに成功したというのです。こうした大型の戦略爆撃機、ソ連時代に主に生産されたものであり、その後ロシア時代になってどんどんと生産するといったことは行われていません。現在では生産ラインは閉じており、新しくこうした大型の機体を作ることはちょっと難しいだろうと言われているぐらいです。ですから現役の機体を一機破壊するということは、この先ずっとそうした戦力弾を回復することができない可能性を秘めているわけです。次にウクライナが行っているロシア側の輸送船に対する攻撃、着々と成果を積み上げています。本格的な攻撃を開始して以来、12日間で船舶159隻に対する攻撃を行ったと発表しました。あまりにも毎日のように攻撃を行っているものですから、一日一日の成果としてはもうほとんど取り上げるところもなくなってきてしまいました。しかし、冷静に考えれば1日あたり10隻以上の船舶に対する攻撃を行い続けているということは、それの影響というものはとてつもなく長く悪影響をロシア側にもたらすことでしょう。ウクライナ軍の攻撃は、例えば石油を運んでいる船に対する攻撃では、船そのものを大爆発させるような攻撃は行っていません。そうしたことを行えば海洋汚染が非常に広範囲に広がってしまうため、あくまでも攻撃するのは船の操舵室と機関部です。この2つに対する攻撃を行えば、船は漂流するばかりで、物を運ぶことが今後なかなかできなくなってしまいます。ましてや1日あたり10隻もの船を攻撃し続ければ、修理の順番待ちだけでも一体何年待つかわからないような状態に陥ってしまいます。それと、前回取り上げたフェドロフ国防大臣の辞任問題について、ウクライナ各地でこれに抗議する人たちの集会が様々な場所で行われました。こうした状況をロシア側は取り上げて、ウクライナは大混乱だというふうに大喜びで伝えているようです。ただしこれは私の見方とはちょっと違っています。なぜならば、このように政府の今の問題に対して国民が抗議できるということそれ自体が、ロシア側とウクライナ側の民主主義の差といったものを非常によく表していると思います。今回の動画でも、例えば燃料給油が行政機関の車だけで住民に対してほとんど給油ができないじゃないかと抗議した人たちが無断集会の罪で次々と捕まってしまうというような話や、プーチン大統領に対してあなたのやっていることは戦争犯罪だと述べた軍事ブロガーが精神病棟入りになってその命さえも危ういといったことを考えれば、ウクライナ側のように今の政府の問題に対して多くの人たちが集まって批判の声を上げることができるというのは民主主義が生きていることの証拠でしょう。なお、こうした抗議集会といったものの声が届いたのか、ゼレンスキー大統領はフェドロフ氏に対しては政府の職といったものを残すようにと今調整を行っていると言われています。また同時にこの問題で対立軸となっていたシルスキー軍司令官に関してはなんとか解任できないものかどうか検討しているとも報じられています。どのような決着をするかについてはまだまだわからないものですが、シルスキー軍司令官に関しては評価が悪いというような話がずっと継続的に出ていることから、国民から見ればなんであっちだけ辞めないで改革派のフェドロフ氏が辞めてしまうことになったんだと、非常に不満に思うのは当然の流れでしょう。現在のウクライナ軍の戦いが従来のソ連型の流れを組むような戦闘方式ではなく、明らかにどこの国とも違う陸海空のドローンを使った非常に奇抜な戦術といったものが通常戦略にと昇華されつつあるウクライナは、ロシア軍との戦いを有利に進めるためにも、より新しい考え方といったものを導入し続ける必要性が高いように私には見えます。ただしそれはあくまでも重厚長大な兵器といったものが背景にあった上での成り立つ戦術であり、決してどちらかがいらないといった話ではありません。今はまだフェドロフ氏のような改革者といったものが政権に残って力を振るう必要はあるでしょう。このあたり、ウクライナ国内の政治事情とはいえ、外から見る分にはうまく収まってほしいと思うばかりです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ウクライナ軍の遠距離攻撃が様々なところで波紋を広げ、ロシア国内における乱れにもつながっています。一方でウクライナ側も同様にして政治的な問題を抱えていることから、なんとかロシア側よりも早く混乱から立ち直って、今以上のロシア側への反撃を繰り出してほしいものです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。
それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメント、また役に立ったなと思われる方は、スーパーチャットもご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。